こんにちは、加藤です。今日はリクエストのあった髪の毛を描いていこうと思うんですけれども、結構これね、複雑な髪型というか、なんか髪の毛でリボン結んでるようなそういった像なんですよね。で、ちょっとね10分20分くらいで終わるのかどうか怪しいんですけれども、とりあえず頑張って始めていこうと思います。今日はこの髪の毛の部分、額から、この辺から上ですね、この辺から上の髪の毛に特化して、書き進めていこうと思います。では早速いってみましょう。まず最初にですね、これどこから手をつけていいか結構困っちゃうっていうか、そういう人多いと思うんですけれども、まず最初にですね、頭のこの頭部の形ですね。頭の形、頭部に対して正中線、よく言われると思うんですけれども、真ん中を通るであろう線、今回の例で言うとこう分け目があって、ちょうど真ん中分けみたいな感じで分け目があって、でここがその、髪型的には境目になるかな。でここが額ですね。ここが額になると。でこの、左右にまずこうなんて言うんでしょう、帯みたいな感じでこう右と左にこういうボリュームがあるんですね。で、前髪を少しこう上に持ち上げて、前髪を少し上に持ち上げて、でこの部分はその、境目が分け目が見えているところが少しここあるんですね。見えているところがあって、その後ろに上に、リボンのように結んだ髪の毛がこう乗っかってるっていう、すごくこう装飾的な髪型なんですよね。で大体こんな感じですかね。なんか書いていてなんだかよく分かんなくなってきましたけど、ちょっと整理します。まずは、髪の毛を取っ払った時の頭部ですね、頭の形を想定します。今回の例で言うと、こんな頭部でしょうか。こんな頭部で、次に正中線、真ん中を通るであろう線、ここですね。で次に分け目というか髪の毛の生え際の形をよく見ます。で今こう書いてみて一つ気になったのが、この分け目の位置が結構ね、中心に寄ってきちゃってるな。これねありがちなんですよね。初心者の人ほどこの正中線がね、画面の中心というか顔の中心にこう寄ってきやすいので、よく見ましょう。例えばこの終わり、右端から左端までの何対何あたりにこの分け目が来るのかって見ると、もうちょっと右でも良さそうなんですね。この辺、最初書き始めここだったんですが、今1.5センチくらい右側に動かしてきました。そんな風にちょっとね客観的に見ようとしていくと、分け目の位置は、つまり正中線の位置は思ってるよりも右側に、つまり顔の中心よりも向こう側ってあんまりこういっぱい見えてない、今回の例ですと、向こう側の向かって右側の面はちょっとしか見えていない。額の中心、たまたまこれ、なんか石膏を作る時にできたこう筋みたいなね型の線があるんですけれども、それを例にとると、ここからここまでの間でこの辺かな。でこの辺りが生え際ということにしておきましょう。向こう側はこんな感じ、下に向かって斜め下に向かっていくと。で今日はねこの辺りをメインで描いていこうと思います。最初に言ったこう左右にこういうバンドというか帯みたいな髪の毛の塊があって、前髪を上にこう少し持ち上げて、この辺ですね、持ち上げて、結んでいるようなヘアスタイル、結構この時代の像ではよくあるタイプというかね、アポロなんかもここで結んでたりするんですよね。はい、大体こんな感じで大まかな下書きというか配置いいでしょうか。まずここが重要ですね。ここは徹底的によく見ます。次に、頭の上に乗っかってるこの、髪の毛製リボンみたいなもののボリュームというか形、ちょっとシルエットで見てみます。例えばこんな感じで、
どうですかね、これシルエットで今ちょっと見ています。外側の形ですね、大きくというかざっくりと。例えばこんな感じで、次に、調子をつけます。調子をつけるっていうのはよく言われる3調子ですね。明るいパートと中間のパートと暗いパート、日向なのか日陰なのかを大きく区切っていきます。この辺りから見ていきましょう。この髪の毛整理本のこの辺りから暗く見えてるかな。でこの見方なんですけれども、目を細くして日向なのか日陰なのかを大きく大まかに、細かい明暗は見ないようにしてですね、大まかに見ていきます。この辺とか結構省略して見てるの分かりますかね。単純化して形を捉えていっています。はい、ここが光と影の境目っていうふうに今大きく分けてみました。分けたので影の中を今ちょっと塗ってみます。ところでこれは今ステッドラの 6B を使っています。前回まで 4B でだいたい進めてきたんですけれども、このデッサンの解説というかデモンストレーションというかやるのにあたってちょっとね、カメラで撮った時にあんまり薄いとはっきり見えにくいなという感じがしたので、この動画用に少し濃いめの鉛筆を持っています。はい、例えばこんな感じで、この辺りに眉、向こうの眉で、ここが額の明るいところ、もうちょっと邪魔なので正中線は消しちゃいますね。こんな感じで、ここが目のくぼみ、向こう側の目のくぼみ、鼻筋というかね、ライン、例えばこんな感じでちょっとざっくりね描いておきます。あとこの目の描き方とかについては前に動画上げているので、そちらをご覧ください。はい、こんな感じでいいですかね。はい、どうでしょう。見比べてみてどうですかね。で今回は、主にここから下はちょっと置いといて、ここですね、この部分で進めていきます。はい、ちょっと余計な線を整理して、はい、こんな感じでいいですかね。はい、でこの段階でやるべきこと、まずはこの分け目、中心の位置ですね。顔の中心、正中線、これを何度もちゃんと見直します。でここで手前の髪の毛のボリューム、このボリュームですね。このボリュームの後ろにちょっとこう地肌じゃないけど頭の、この分け目がねちょっと見えるあたりがあるんですね。どうだろう、カメラのレンズの位置と私の目線の位置若干違うんですけれども、この辺ちょっと見えているかな。ここが頭の、頭蓋骨に触れそうなところが少し見えている。でその手前にちょっとボリューム感のあるこう髪の毛の塊が上にこう乗っかっている。ここですね、いくつか乗っかっている。でこの辺は結構ねペタンと平らな感じに見えてるんですね。でここは少し盛り上がっている。向こう、手前のこの左右の2つのこのボリュームですね、少し盛り上がって見えている。でこの時にこのソフトクリームみたいな筋を一個一個追っかけようとするとドツボにはまるので、ここではねなるべくそういった細部の表現というか描写はしないようにして、例えば最初にここ暗い形区切りましたけど、次にここは例えば中間のグレー調子みたいにまとめて見るようにしましょう。まとめて、でその際に鉛筆のタッチのこの幅が、まばらすぎると筋が目立ちすぎちゃって色面に見えてこなくなるんですね。なので、なるべく鉛筆を寝かせて、中間のグレーになるようにして見ていきます。はい、額もそうです。ここが明るい面で、この辺りから徐々に
暗くなっていって、ここから急激に暗くなる、額の明るい、中間、暗いの3調子ですね。ここから急激に暗くなる。で髪の毛の方も同じようにどこから暗い、日陰のパートになるのかをちょっともう少し詳しく区切っていきます。でその際も線じゃなくて、鉛筆の先を使った線で形取りすぎないで、色面で、見ていきましょう。色面にするためには鉛筆を寝かせて腹を使って暗い形っていうのは等高線の地図みたいな、例えばこういう形ですね、暗い形、中間色のグレーの形、明るい、日向の形っていうふうに区分していきます。はい、時々目を細くして見ながらこんなふうにぼやっとですね、ぼやぼやっと、見ていきます。でどうしても人は、ここまでが額とかここからが髪の毛みたいに物に名前をつけて名前で区切ろうとするっていう習性というかね、みんなそんなところがあると思うんですけど、石膏デッサンに限らず基礎デッサンをやる上で名前をつけないで見るっていうのは結構ポイント、重要なコツになるかなと思います。ここからが髪の毛とかここからが額とかっていうんではなくて、単純に凸凹が大きいか小さいかなんですよね。簡単に言っちゃうとこれ白い石膏の粉を固めただけの立体物で、ここを髪の毛って言ってるのは人間だけなんですよね。例えばこの表面を歩いているアリンコとか変な虫とかがいたとしたら、彼らにとってはその山が大きいかちっちゃいかの違いだけであって、人が感じるようなここが眉毛なのでとか、そんな見方とか捉え方はしていません。なので例えばちょっと脱線しますけれども、この上まぶたって結構みんなちゃんと描こうとするんですが、この上まぶたの凸凹ってせいぜい2ミリ3ミリ程度で、それに対して今回のこの髪の毛のこの辺ですかね、この辺のこの凸凹、上まぶたの2ミリとか3ミリ程度に比べたらもっと大きい塊というか凸凹なんですよね。というわけでこの上まぶたを描く前にこういう大きな凸凹を先に描いていきましょう。大きな凸凹を描いた後で細かい凸凹に徐々に作業を移していく。石膏に限らず、描いていく手順ですね。描いていく手順は大きな塊から小さな塊へ徐々に、作業を移行していきます。これ私受験生の時よく言われたんですけど、自分が彫刻家、例えばこれだと元が大理石ですかね、大理石を彫る彫刻家になったつもりで、作業をしていきなさいと。例えば石の塊を大きな、斧なのかナタなのかわからないんですけど、そういったので、この、リボンを残してですね、ガンガンと削って、まず頭部を切り出すと思うんですよね。細かな装飾は一番最後の仕事で、まず大きな塊から切り出していく構造を石から掘り起こしていくというかね、そんな風にして見方は大きな塊を大きなナタもしくはノコギリも使うのか分かんないですけど切り出していく。で徐々に細かな小さな造形の部分はちっちゃなのみに持ち替えて造形していくと思うんですけれども、その自分が彫刻家になったつもりで、同じように作業していくと。絵を描く時も一緒だよという話をよくね先生にされました。でまさにそういうことだと思うんですよね。どうしても細部見ちゃうとそこ描きたくなるんですけれども、構造を大きな構造から見ていく。はいと言いつつ今帰ってきたら徐々にこの辺が複雑になりすぎてなんだか分かんなくなってきたのでちょっと整理します。まず垂直面なんですけれども、ちょっと暗くしすぎたので全体を少し明るくします。で光と影の境目、全体の中の一番コントラストの強いところを少し見直します。ここですね。
例えばここら辺から、大きなそのリボンみたいなやつですね、リボンみたいなやつが劇的に飛び出て見える。で次にここ一旦引っ込んで手前に次の塊が出てくる。でまた一旦ここちょっと引っ込んで、でここにまた次の塊が見えてくる。でここが結構劇的に飛び出ていて、ここも飛び出ていて、こんな風につながるのかな。ここのね、大きな山の光と影の境目を一旦ここでちょっとね単純化して、もう一度単純化して見ていきます。どうでしょう。少しずつこの辺は、この辺りですね、髪の毛がこうまばらな筋みたいに見えてくるので、この辺から先はちょっと丁寧に進めなきゃいけないですけれども、一旦ここでねざっくり明暗を区切ってしまいます。はい、でそろそろこれガーゼ使ってみましょう。影の中は思い切って今潰してみました。はい、どうでしょう。目を細くして見比べてみると、この辺ですね、この辺が。でこの辺はちょっと形複雑になるので少し丁寧に見ていきます。あとこの辺りにここですね、影の中の明るさ、影の仲間の中にちょこんとね光が当たってるところができてます。これ今一旦暗い影の仲間にしちゃいましたけど、その後からこうやって練りゴムで持って光の当たっているところ、日向をちょっとだけ描き起こしてあげます。どうでしょう。最初に影の仲間に入れておいたんですが、後からこう復活させるっていうかね、そんな風な見方していけるようになると、まとめて形を区切るっていうのがそんなにこう怖くなくなるんじゃないかなと思います。後からいつでも復旧復活できるので、思い切ってまとめてみます。はい、どうでしょうか。はい、ちょっとね長くなったので今日は一旦ここまでで、動画の方は区切ろうと思います。見方の始め方ですね、頭部描くときにまず頭中の構造を捉えて正中線を確かめます。次に髪の毛の、今回の場合ですと髪の毛のボリュームいくつかのパートに分けて考えました。で次に光と影の境目を区切りながら、日向と日陰で大きくざっくり分けてみるというところ、今日はこの辺までにしようと思います。で次回はこの辺ですかね、少し細部の描写をしながら、中の形を書き込んで、奥行き感と上に乗っかってる、リボンみたいなのが乗っかってる感じ書き起こしていけたらと思います。それでは今日はこの辺で終わりにします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。